こんばんは。今日は風の話をしてみたいと思います。というのも今日札幌は風が強くて、なんかだんだん最近暖かくなってきたけど、風が強くて寒かったです。で、この前月の話をしたから、月は私の最も好きな自然の中の一つだけど、風も好きだなと思って。で、私今札幌に一応いるけど、沖縄でもルームシェアとかさせてもらって沖縄にしばらく行ったんだけど、沖縄に住みたいって思ったきっかけの一つというか、沖縄にいる間にすごく感じるのが風がすごい自分にとって心地よくて、なんか朝家を出て散歩とかして風が吹くと、なんか鳥が肩に乗ってるみたいな感覚になる。なんかすごい人懐っこい風っていうか、猫が足元にこうすり寄ってくるような感じ。なんか風をそんな風に感じたのが初めてで、なんかすごい語りかけてくるような感じがするんだよね、私にとって沖縄の風は。だからなんかすごく縁があるんじゃないかなと思って、そっちにいる時も多いんだけど、でもなんか風ってなんかすごく具体的に覚えてるわけじゃないけど、でもなんか絶対いい思い出の中にいい風って吹いてた吹いてるよなと思って、なんか背景じゃないけど、なんて言うんだろう、すごく背景というか、その中の要因というか、そういう何か思い出とかを形作るのに風はすごい大きな役割を果たしてるんじゃないかなって思ったりします。そう、沖縄の風が好きって言ったけど、もちろん季節とか湿度とかタイミングとか、そういうのがあっての風だと思うけど、なんかそれも含めて縁だなと思って、なんかいろんな街いろんな国に行くけど、なんか全然風を感じない街とか風が記憶にない街もあれば、この街に吹く風はなんかいいなって思ったりすることもあれば、なんかそれが縁なのかなとも思うけど、妙に印象に残ってる風と街の関係というか、そういうのがあったりなかったりするのが面白いなと思います。あと風のエピソードですごい好きな話があって、また物理学者の佐治春夫先生の話になるんだけど、佐治春夫先生は今その北海道の美瑛っていうところに確か住んでいらっしゃって、でそこに先生のが館長を務める天文台ってのかながあるんですよ。でそこの、美瑛にその住むことになったきっかけっていうのが、もともとは確か東京の方だと思うんですけど、その北海道に来て美瑛の駅に降り立った時に、なんか風が吹いて、それでこの町に住もうって決めたらしいんですよ。っていうのを、知人から聞いて、すごい素敵な話だなと思って、なんかそういうのを感じられる人っていうのがもう素敵だなと思ってます。ちなみに
風とか波とか炎の揺れ、あれってこう規則的じゃないじゃないですか。決まった規則はないじゃないですか。あれを F 分の1揺らぎっていう風に言うんです。その規則的なものと不規則的なものが混ざって F 分の1揺らぎっていう風に、そういうリズムで揺れてて揺らぎがある。で、それを人は心地いいっていう風に感じるっていう理論があるんですね。 F 分の1揺らぎ。それは海外の研究者が発見したんですけど、その佐治春夫先生はその日本のその揺らぎに関する研究の第一人者で、確かでその F 分の1揺らぎっていうのを扇風機かなんかに応用させて、その心地よい風を作るっていうのを応用させて発明した人でもあるんですよね。その話もすごい好きで、最初にその F 分の1揺らぎっていうのを探した学者の人たちも、その自然界の揺らぎとあと音楽からその揺らぎを発見したっていう話があって、なんかロマンがありますよね。今日もまた脈絡のない話だけど、皆さんも何かこの街の風が好きとかあったら教えてください。そういえばこの前月の話をアップした後にアメリカに住んでる友人が今日の月はピンクに見えたよって連絡をくれて、嬉しかったです。いろんな場所でいろんな人がいろんな気持ちで月を見上げていろんな風に見えて、それをシェアできるのが嬉しいなと思いました。コメントくれた方もありがとうございました。では明日は明日の風が吹くということでおやすみなさい。